おはようございます。1月7日、新年最初の漁です。年末からずっとね、沖行ってないんで、本当に久しぶりの沖なんですが、年末にエンジン積み替えてたんで、決して新品ではありません。中古のエンジンに積み替えました。前のエンジンはですね、もうすぐオイルこしが詰まってですね、100時間も経たんうちに詰まり出して、あと清水とオイルも混ざったりしてね、清水の循環する中がグリス状態になったり、圧縮漏れも激しかったし、だから積み替えたんですが、今日が初漕ぎです。中古のエンジンといってもですね、5000時間しか使ってないんで、どんな感じなのか、ちょっとワクワクドキドキで沖へ行ってみたいと思います。ワイヤーも新品なんでですね、一回ワイヤー巻き直してからスタートしたいと思います。もうなんと今や8万円。もう経費爆上がりで恐ろしいです。出発からおかずのこちが。ただ今日は大根場の時にペペロンチーノのコメントをいただいたので、かつと大根場のペペロンチーノに今日夕食はそうなっております。おこげも出てくる時期ですね。だいぶ気をつけないと。なんとカニ。おこげ。ガスが張れないんで、毎朝ガスりますね。ガスが張れないんでちょっと電気つけましたが、久しぶりに来たらおこぜまみれで、でも少ない方ですよね。もう多い時はね、丸かごいっぱい入るような時ありますね。この辺に持ったはず3つ。あと名古屋フグが見えたはず。名古屋フグがどこかに見えた他に名古屋フグと、ちっちゃいな、来年用。こんなちっちゃいのでもね、席持ってると思います。今日もあとはエビ拾いですが、エンジンの音が全然違う。エンジンの音が全然違います。もう前のエンジン本当に澄んでたんでですね、ギアオイルはもうコールタオルみたいになってたし、循環水は清水の方は本当さっきも言いましたけどグリスみたいになってるし、エンジンの音が重低音です。とりあえず今のところエンジンうまくいってるんで、それが安心です。では2番目つけたいと思います。ワイヤーもちゃんと巻き直しできました。今日はですね、おそらくカニはもうね1月になったでもうほぼ期待できませんので、前回上げた動画のようにねヒラメがいてくれればいいんですが、一応狙いながら1日漁をやってみようと思っております。すごいびっくり、本当にびっくり。カニは当てにしていませんでしたが、やったー。正月早々、新年早々の年末はですね、すごかったらしいですね。過去最高値じゃないでしょうか。もう12月入った時点ですごかったですからね。ちょっと筋変えた方がいいかなって感じになりました。ただ筋変えるとエビがいないんですよね。あんまりねカメラで捉えられてないと思うんですけど、結構入ってるんですよね、いろんなエビが。
ただちょっとなんか寂しい感じだし、ヒラメも当たる雰囲気ないんで、時間帯的にね今潮早い時なんで、もがい珍しいおかず。ちょっとね筋を変えてみます。次はだけはすらなし。内容はほぼ一緒ですね。オコゼ、エビ、さらに筋を変えてみたいと思います。両型のシャコ、もうだいぶね1月になるか、いつも言ってますけどね、昔は3月にならんとよくならんかったんですよね。でかっ、芝エビここまで大きくなるとはね、もう童顔と変わらん。おー、やったー、奇跡のカニ、奇跡のカニじゃないですか。やったー、2枚目今日。ここいいっすね。名古屋ね結構エースなんですよね。5つ、あとはいつも通り他の海と同じように起こってですね、毎年ね 2,3 遍やられます。まあまあいいんじゃないでしょうかね。おっ、ついに宇宙に引っかかっております。これもう本当に巻く時に入ったんかなっていうぐらい。ちょっとほっとこうか、元気すぎてちょっと。両型のでチル、和洋を超えてますね。チルもさすが冬、もうチヌも油ギトギトでしょうね。いやすごいですね。チヌもさすがに一発チヌと言われるだけあって、2月に向けてどんどん太ってますね。2月のチヌなんか油がきつすぎて自分はもう3切れぐらいしか食べれません。やっと来たな、やっと来た。まあでも時間帯でしょうね。潮がね早い時間が終わったんで入りやすくなったんでしょう。引き続き狙っていきたいと思います。久しぶりに今日沖来てるんですけど、本当に数週間ぶり。楽しいと思えるようになるまでに20年かかりましたが、やっぱり沖は楽しいですね。おもろい。本当によう超えとるな。これなんかこの辺がね小筒貝の生骸がいたとこなんですよね。これが大型船の怒りの跡通ったらこう泥がね、怒りが浮かす時に泥が出るんで、それが入ってるんですけど、その時にね小筒貝が浮かされてこうねいたんですよね。去年3つ見ましたね。なるほど。出た。こ
野瀬まみですね。寄生虫すっごい昼の仲間なんでしょうね。ガラエビ、この時期どうなんでしょうかね。やっぱりガラは甘いです。残念、硬いとこなんでね入らない、道具が弾かれちゃって、まあただいいおかずができたと喜ぶことにしてます。刺身で甘い。ただ醤油が欲しいとこですね。これがうまいですよね、ここが。塩の返しが意外に悪い。あった、でもなんかこんな。まあよしとしましょう。本日2つ目。あとは名古屋フグの歯をしたミシリと。あ、でもいいな。名古屋フグのおかげで3つ持った。いいですね。ヒラメかと思ったらゴミ。今怒りの後行ったんですけど、なんかおるかも。超レア貝。からか残念。太陽オレンジ時間になってきましたけど、なんか上り潮あんまり良くないですね。悪い闇が4番ぐらい続いてます。最後はもうこの筋でエビ取って帰りたいと思います。傘も入らんくなった。やった！まさかのエビトロ作戦大成功。やっぱ太陽オレンジパワーですね。傘も入ってねえ思ったんですけど、ちゃんとめちゃくちゃいいヒラメが。いやー素晴らしい。ラッキー。今日3つ目です。この網はいい網でした。ここでだけはねずっとスラなしでやってきてますね、今日のところは。雨が少なくて水量、川のね水量少ないんでね、やっぱりちょっと岡川の方がヒラメがおるっぽいですね。川の水量多いとねヒラメが出てくる筋が大きいになるんですけど、水量少ないとね丘になる傾向がありますね。ナイス。なんかバッタン暴れてましたけど、イレンちゃんはあるのか。網の中で何かが動いてる。いいなこれ。こっちかな？こっちっぽいな。でも両型のこっち。ほんま今一番うまいんですよね。まあ2月の方がうまいですけど、なんでもやっぱり2月が一番美味しいですね。
カニでさえね、やっぱり2月が一番甘いですね。出た。ヒラメの子かと思ったら、なんじゃこれ、デビラ？うわ、デビラじゃけど、うわ、デビラですけど、見たことないデビラですね。でかすぎでしょ、これ。刺身？今日、大根葉と貝のペペロンチーノの予定なんですけど、刺身行ってみましょうか。なんじゃこのデビラ。形もちょっと違うっすよね。丸いし、1個だけ真ん中に点がある。見たことねえな、これ。食べてみます。ラストです。おまけの一発来るといいですけどね、なんか。やっぱり夕方パワーか。これはちょっともう一番やりたくなるけど、これはすごいな。ラストガサ入ってないけど収穫物がたくさん入ってるというとんでもないような奇跡の網。最後にカニ、今日3枚目です。ヒラメまで奇跡すぎますね、これはちょっと。掲げたナイスでした。抜けの大車こと。あ、これなんかもう黒いっすね。真ん中に線入ってる。もうすでにもう石入るんでしょうね、これ。あとはめちゃくちゃ美味しいヒラの子、刺身最高です。では帰ります。1月にしてはかなりいい量だと思います。お疲れ様でした。後ろですな。これなんぼでもあるけんな。はい、今日の漁はどうでしたか。1月の最初にしてはなかなか良かったと思います。エンジン、ただな、最初はいいよな。エンジンもサラでどうですか。それも報告したいんですが、はい、サラではないか。サラではないけど、やっぱり5000時間のエンジンは15600時間使ったエンジンに比べて圧縮が強い。全然違う。馬力が違う。前のエンジンも歌う寸前で、ギアオイルはもうコールターンになっていてあともう他もなんやかんや壊れて、水温は常に80度、壊れる寸前でなんとかギリギリ乗せ替えましたけどよかったよかった。ありがたいことに中古が見つかりまして、はい、やっぱり圧縮が強いと全然違うね。明らかに、もう圧縮弱いといくら爪で刺してもただ抜けるだけだけど、もうウインチの横にいつもおるんですけど、あれおる理由、ウインチの横におる理由は、こう桁がちゃんとこう慣れおるかどうかを確認するためなんだけど、もう隣におったらもうドクドクドクってなるんで、そのゴクゴク具合が全然違う。圧縮強いけん、刺さってグヤッと前に来おるね。前のエンジンも刺さっても抜けおるだけだ。完全に浮いでない、耕してない。なるほど。上を撫でよる感じ。上を撫でるだけ。まあエビは要素の方がよう入るんだけど、一番重要だと感じたことは、とにかく久しぶりに起きたら、あの週とあの週行けんかった。楽しいね。たまらん楽しかった。脱サラして漁師になって本当に面白い。ヒラメさんです。カニさん、エビはまあ2つ針玉ずつ。まあ動画は少ないです。結構ないい量でした。よかったです。これが多かったね。これ？おこぜが増えてきた。おこぜとな。フグ。おこぜとフグ。多分これだけじゃない。こちらがフグメインで、カニも入ってる。ほんまじゃ。フグカニ。あとまだ報告があるんです。また聞い
ていただきたいことが。聞いていただきたい？あ、ヒラメ3じゃないわ、ヒラメ4じゃん。ああ、よかった。ん一枚増えた。ヒラメ4。ちょっとこれを見ていただきたいんです。はい。見たことがねえもんが入ったんで。あ、待って。デビラです。でかいな。でかすぎよ。でかいな。ちょっとデビラにしてはでかすぎ、まあデビラなんだけど、うん。 2種類おるのはもう自分で見てわかるんよ。うん。こう模様がないやつと5つ星があるやつと、うん。欲しがれみたいな。ガンゾウビラメと玉ガンゾウビラメか、がおるのは知っとんだけど、ここの海に。うん。一つ点。なんじゃろうな。でもなんか丸いよな。でもガンゾウビラメよな、やっぱり。シナモンフラウンダーだと思うんですが、こんなでかいの見たことない。もう得意個体。何年生きるんだろう。すごいでこれ。初めて見た。でかいな。刺身にしたいと思います。はい。ちょっと食べてみたいんで。はい。ただ前大根葉をうん。料理した時に、うん。セイゴと大根葉と、うん。あと大根葉のペペロンチーノをおしはい。牡蠣をいただいとるんで、はい。あとまあ貝も拾ってるんで、他のモガイとかはい。ニシガイとか入れて、はい。大根葉のペペロンチーノをね、はい。聞いた瞬間美味しそうだったんではい。やってみたいと思います。はい。でかい。思った以上に。皆さん新年からハードワークボッケお疲れ様でした。今日からエンジンが違うのでドキドキワクワクでしたが、とってもいい感じです。やっぱりね、圧縮が違うとね、漕ぎ力が全然違います。鳩崎ウイスキー、明石ウイスキーを以前動画でシェアいたしましたが、そこの会社のウイスキーです。ジャパニーズウイスキー、他のジャパニーズウイスキーとも飲み比べてみたいと思います。今あるジャパニーズウイスキーはこんな感じですね。これだけがねお高い。そしてお高いだけあって特別美味しいです。アルコール分は 46%。 お、高いですね。期待ちょっとできるようなスモールバッチ、数少ない製造のようですね。ピュアモルトです。いい音。あ、この音いいですね。お酒は飲めません。なのではい。クローズです。はい。はい。乾杯。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よいしょ。あ、香りはどうです？クローズ。その時は。そだけ。これ割った方がいいんじゃね？うん。鳩崎は正直いい香りではないですね。どっちかと臭い。あ、味は意外に爽やかフルーティー。味は酸っぱいです。酸っぱいです。美味しい。なんかでも普通の酢とは違うわな、やっぱり。なんかコクはあります。なるほど。では加水させていただいて、味がはっきり分かるようにしていただきます。甘い。かなり美味しいですね。気になるお値段はピュアモルトウイスキー、これですね。 46%、 4100円。結構かなりお買い得。味と比べるとかなりお買い得ですね。味を評価するときはどうしてもね、値段もねやっぱりだいぶ関係するんで、4100円だと値段からすると相当美味しいです。1ローズモルトといい勝負じゃないでしょうか。あ、でも1ローズモルトより美味しいかも。1ローズモルトも確か4000いくらでは、1ローズモルトと、あ、1ローズモルトの方が香りがいいな。香りがいいというか、やっぱ1ローズモルトブレンデッドですよね。1ローズモルトの方がやっぱグレインの感じが出てますね。甘さの質が違う。こっちの方がなんか濃い甘い。こっちはなんかあっさり甘い。これは4000円台のウイスキーにしては相当美味しいと思います。いや、メインが来る前にちょっと前菜のデベラ、自分らはデビラって言ってますけど、デベラっていうところもありますよね。あ、ちなみにこちらはヒラ。このヒラめっちゃうまいですよね。ヒラの子、もうトロみたいな感じですね。2月が一番うまいです。いただきます。溶ける。
歯ごたえあるのに溶けるみたいな。でやっぱりデベラのこの縁側からいきたいと思います。ここ一番でしょうけど、縁側贅沢食いいただきます。うまっ、すぎ。本当にうまい。これ子供の時はデビラの美味しさあんまり分からなかったんですけど、大人になるとうまいですね。ヒラメに負けてねえなこれは。身の部分いってみたいと思います。歯ごたえすごい。甘いし、ヒラメほどもちもちはしてないですが、もちもち感も食感も素晴らしくて美味しいですね。腹側いってみます。やっぱり時期が寒い時期なんで脂乗っててかなり美味しいです。歯ごたえもとてもいい。デビラでしょうこれ、どう見てもね。大根葉と貝のペペロンチーノでございます。今年は貝が全然ダメなのに貝をいただきまして、先輩ありがとうございます。牡蠣やろ。牡蠣が全然悪いのに、なんと男気。フィジボンママさんスプーンも用意してくれましたが、フォークです。フォークもう酔っ払ってます。後だけ美味しすぎて。日本人の私は箸でいただきたいと思います。そもそもペペロンチーノが好きです。ペペロンチーノ以外のパスタをもう食べないぐらい注文した記憶もないですね。ペペロンチーノ以外を。辛いのが好きなんですよね。で大根バーがそもそも好きです。牡蠣いただきましょう。これはすだれ貝。あともがい美味しそうだったんでもがいいただきます。もがい独特の風味と食感、とっても美味しいです。ちょっとしわかったですが。では麺いきましょう。ペペロンチーノ好きで大根葉好きで、これ美味しくないわけないですよね。食べる前から美味しいのなんか分かってるような気が。いただきます。好きなもん合わせてるんでね、貝も好きだし当たり前のように美味しいです。大根葉の辛みとペペロンチーノの辛さ両方好きなんですけど、やっぱ合わさっても好きですね。ほんと大根葉ってね、意外にもうみんな食べないんで、捨てるところですもんね。この大根葉のペペロンチーノって思いついた人すごいなと思うんですが、どこでパスタ食べても大根葉のペペロンチーノっていうメニュー見たことないので、これはもうやったもん勝ちのような気がします。ただ大根葉やっぱ人気ないかな。ただ辛いもん好きの自分としては一味が足らん、鷹の爪が足らんですかね。結構入れてくれたみたいなんですけど、もう自分ほんと辛いのめちゃくちゃ好きなんで、何歩かけてもあんまり辛いと感じないんですよね。もう舌がバカになってるのか。これぐらいでも多分辛いと感じんやろうな。これぐらいで十分辛い。十分辛い。牡蠣と一緒にいただきます。これぐらいでちょうど辛くないぐらいです。大根葉のペペロンチーノを教えてくださってありがとうございます。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。これ置いた。